人生の意味をどう考えますか？人生に道はない。人生道を歩むのだ。中島敦。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は中島敦の言霊を紹介していきます。この言葉は人生は自ら切り開いていくものという意味を持っています。中島敦は大正時代の日本社会の中でこの言葉を発しました。皆さんはこの言葉からどんなことを感じますか？心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず中島敦のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日は中島敦さんについて学べるということですが、知識が全くないので新しいことを知れるのを楽しみにしてきました。どうぞよろしくお願いします。では初心者でも分かりやすく説明していくね。中島敦は1909年明治42年東京で生まれたんだ。彼の家族は教育熱心で、特に父親が中学校の教師をしていたんだよ。幼少期から本に囲まれた環境で育ったんだ。家にあるたくさんの書物に触れ、自然と文学に興味を持つようになったんだね。彼はその後東京帝国大学に進学してしっかりと学問を収めたんだ。卒業後は高校教師として教職に就いたんだけど、この教師としての経験が彼の作品にも大きな影響を与えたんだよ。教育者としての視点が彼の文学の奥深さにつながっていると言われているんだ。これまで紹介してきた文豪も教育熱心な家庭で育った方が多かったですね。中島敦さんの代表作をいくつか教えてほしいです。言霊を知るために知っておくべき事柄から優先的に知りたいです。そうだね。ハミルさんが言う通り、教育熱心な家庭は作家の成長に大きな影響を与えるんだ。中島敦もその一人だね。じゃあ彼の代表作からいくつか紹介しようか。まず彼の代表作としては三月期が有名だよ。この作品では人間の内面的な葛藤や自己の弱さに直面する様子が描かれているんだ。虎になってしまった男が自分の過去を振り返りながら、どんな風に道を踏み外してしまったのかを語るんだけど、読んでいると自分の弱さにどう向き合うかというテーマが明らかになってくるんだよ。次に名人伝も彼の有名な作品だ。これは剣の道を極めようとする男の話なんだけど、最終的に何を極めても完璧に到達することはできないという悟りを描いている。ここでも人間の限界や生きる上での葛藤がテーマになっているんだ。どの作品も人間の心の内側に迫るテーマなんですね。それってどんなスタイルで書かれているんですか？中島敦のスタイルはどちらかというとシンプルで無駄がないんだ。それでいて心理描写が鋭く、読者に深い印象を与えるのが特徴だね。古典文学や漢文の影響もあって、どこか厳格さや哲学的な深みが感じられるんだよ。だから作品を通じて人生や人間の本質に問いかけるような雰囲気があるんだ。なるほど。だから彼の言霊も力強くて何か心に残ってしまうんですね。人生に道はない。人生道を歩むのだという言霊は一見すると難しく感じます。こうした裏を考えさせるような言霊を発するには何か影響を受ける人や本があったかなと思います。そうだね。ハミルさんが言う通り、人生に道はない。人生道を歩むのだという言霊は奥深くて、一度聞いただけでは理解が難しいかもしれない。でもこれには中島敦が影響を受けた文学や人物が大きく関わっているんだよ。まず彼に強い影響を与えたのは中国の古典文学だね。特に史記などの歴史書や古代中国の哲学書が彼の精神的なバックボーンとなっているんだ。古典文学には人生の無常や人間がどうあるべきかについて深い考えが込められていて、
中島敦もそれに共感していたんだ。なるほど。中国の古典文学ですか。どこか厳格な雰囲気があると思ったんですけど、こういった背景があったんですね。そうなんだ。それに加えてもう一人紹介したいのが日本の文豪芥川龍之介だよ。中島敦は芥川の作品や生き方にも大きな影響を受けたんだ。芥川は短編の中で人間の心の奥深くを描くことに長けていて、彼の作品には皮肉や冷静な視点が多く見られる。中島敦もこの人間の弱さや葛藤に焦点を当てる部分を自分の文学の中に取り入れたんだ。芥川龍之介さんは知っています。とても有名ですよね。内面の葛藤や人生の道についての深い考えが中島敦さんの作品に現れているんですね。その通り。中島敦は古典からの厳格な人生観と芥川龍之介の繊細な人間観察を融合させることで独自のスタイルを築き上げたんだ。それが彼の言霊の深さにつながっているんだよ。ルーツについては理解を深めることができました。次は言霊が生まれた背景についていろいろと教えていただきたいです。中島敦が人生に道はない、人生道を歩むのだといった背景には当時の社会状況が影響しているから、その部分について触れていくね。中島敦が生きた大正時代は社会が急速に変化していた時期なんだ。第一次世界大戦後で経済や政治が不安定な中、個人の自由や自己表現が重視され始めていたんだよ。つまりそれまでの決められた人生を生きるような価値観から自分で人生を切り開くことが求められるようになってきたんだ。なるほど。時代そのものが個人に変化を求めるような状況だったんですね。これまでの偉人たちもそうでしたが、変化する時代に名言が生まれることが多いと感じます。中島敦自身もそうした時代の変化に敏感だったんだ。人生に決まった道はないというのは彼がその時代に感じたことだろうね。これまでの社会ではある程度人生はこうあるべきだという道筋があった。でも彼はそんなものは存在しない、自分で道を切り開いていくしかないという信念を持っていたんだよ。それがこの言葉に込められた意味なんだ。その自分で切り開くという考え方がこの言霊に込められた意図なんですね。時代の背景を知ると言葉がさらに深く感じられます。そうだね。この言葉は急速に変わっていく社会でどう生きるか、自分の力で道を進むことの大切さを教えてくれているんだ。そうするとこの時代は自分自身で道を切り開けという考えの人や保守的な考えの人との摩擦などがあったかと思います。このあたりの流れも知れたら嬉しいです。そうだね。まさに大正時代の文学や思想はその摩擦が生まれていた時期なんだ。大正時代の文学では特に個人の内面や自我を重視する傾向が強まっていたんだよ。これまでの明治時代は国家や社会のために個人がどうあるべきかが大きなテーマだったけど、大正時代に入ると個人としてどう生きるか、自己表現をどうするかが重要視されるようになったんだ。確かに個人の考え方や自我が強くなると保守的な考え方とはぶつかりそうですね。その通り。大正時代には新しい自由主義的な思想と昔ながらの保守的な考えが対立することが多かったんだよ。この時代の作家たちはその中で自己表現の自由を求めながら自分の内面と向き合い、どう生きるかを問い続けていたんだ。文学でもこうした自我の探求や生き方の模索が大きなテーマになっていたんだ。その時代の背景が中島敦さんの作品にも影響を与えていたんですね。そうだね。中島敦もこの自我や個人の内面と向き合う風潮の中で自分の道を切り開くことの重要さを作品や言葉に込めたんだ。時代が個人に問いかけるような空気の中で中島敦は自分の道は自分で作るしかないと考え、その考えを作品に反映させたんだよ。だから彼の言葉には自分の人生をどう生きるかっていう強いメッセージがあるんですね。中島敦さんの言霊、人生に道はない、人生道を歩むのだには、
彼自身の人生経験が関係しているんでしょうか？そうなんだ、ハミルさん。中島敦は実際に教師としての職業に悩んでいた時期があったんだ。彼は東京帝国大学を卒業して高校教師として働き始めたんだけど、教師の仕事に対して強い使命感を持ちながらも、どこかで本当にこれが自分のやりたいことなのか迷っていたんだよ。教師という安定した職業にいながら、それでも悩んでいたんですね。そう、彼の本当の情熱は文学にあったんだ。だから彼は最終的に作家としての道を選ぶことにしたんだよ。これは彼自身の中で決まった道を歩むのではなく、自分で道を切り開くという信念が強くなった瞬間だったと思う。確かに、それが人生に道はないという言葉につながるんですね。そうだね。この言葉の背後には、人生に正解の道はないという強いメッセージがあるんだ。どんな環境にあっても自分自身の意志で道を進んでいくことが大切だということを、中島敦は自分の人生経験から学んだんだね。だからこの言霊には、他人に決められた道じゃなく、自分の道を進んでほしいという力強いメッセージが込められているんだ。それが彼自身の経験から出てきた言葉だと知ると、さらに深みを感じますね。私自身、とても勇気をもらうことができました。次は、私たちが未来に生かせることについてディスカッションしたいです。未来に生かせることについて、いくつかのテーマを考えてみたよ。どれか話したい内容はあるかな。自分で道を切り開く姿勢を持つ。変化や不確実性を恐れずに挑戦する。他人の意見に流されず、自分の価値観で行動する。自己成長のために困難を乗り越える覚悟を持つ。失敗を恐れず、人生の経験として受け入れる。他人の意見に流されず、自分の価値観で行動するでお願いします。私もそろそろ大学受験に向けて友達や先生と話をすることが多くなってきたんです。そんな時、会話の中で感じる違和感があって、例えば友達から親がこう言っていたからみたいな、誰かの意見にあまり考えを深めずに流されているシーンも多くなってきている気がしています。でも私自身も人の役に立てるような職業に就きたいというくらいの考えしか持てていなくて、自分の価値観ってどうやって作っていくものなのかはとても深い悩みなんです。そうだね。ハミルさんの言う通り、特にこれから大きな決断をするとき、他人の意見に流されやすくなることはよくあるよね。特に友達や家族の意見は大事に思うものだし、それを参考にすることは悪いことじゃない。でも最終的にどう行動するかは自分自身で決めることが大事なんだ。おっしゃるように、周りの人の意見を参考にするのはとても大切だと感じます。でも流されていると参考にするの違いがいまいちよくわからないというのが正直なところなんです。それはいい質問だね、ハミルさん。流されると参考にするには確かに微妙な違いがあるんだけど、大きなポイントは自分の意思があるかどうかなんだ。例えば流されるというのは、他人の意見をそのまま受け入れて自分で考えることをせずに行動してしまうこと。自分の意思や疑問が残っていても周りに合わせてしまう感じだね。友達がこう言っているから自分もそうしようとか、親がこう言っていたからその通りにするというふうに自分の気持ちを無視してしまうことが流される状態なんだ。一方、参考にするというのは、他人の意見を聞いてそれを一度自分の中で考え判断すること。つまり他人の意見を材料にして自分がどう思うかどう感じるかを大事にした上で自分の選択をするということなんだ。例えば友達や家族の意見を聞いた後に、それもそうだな、自分はどう感じるんだろうと立ち止まって考える時間を持つことが大切だよ。なるほど、その違いすごくわかりやすいです。だから私は友達との親が言っていたからそうしようかなという会話に流されているというイメージを抱いたんだと思います。対して
私は誰かの役に立ちたいという価値観を持っていることになるんだと思います。でも、参考になるアドバイスをしてくれる人に対して言葉に詰まっちゃったりもして、自分の価値観が間違っているんじゃないかって不安になることもあるんです。ハミルさんが抱く悩みは、きっと価値観を作る過程では必要な厳しさなんだと思う。他人からアドバイスをもらった時に、自分の考えが間違っているんじゃないかって不安になること、自然なことだと思うんだ。でも、その瞬間に自分はどう思っているのかを再確認することが大事なんじゃないかな。中島敦の人生に道はない。人生道を歩むのだという言葉から考えると、彼は自分の道を切り開くためには、まず自分の考えや価値観を信じることが必要だと言っているんだと思う。つまり、誰かの意見が自分と違っても、だからといって自分の価値観が間違っているわけじゃないということ。大事なのは、他人の意見を聞いた上で、自分が何を信じ、どう行動するかを選び取ることだよ。ハミルさんが誰かの役に立ちたいと思っているなら、その気持ちを軸にして考えていくことが大切だよ。それが価値観の核になっているなら、多少他人の意見と違っていても、その気持ちを大切にするべき。それこそが自分の道を歩むってことなんじゃないかな。そっか。まだ自分の価値観を作っている最中で、アドバイスを参考にしながら、少しずつ自分を見つければいいのかなって思いました。見てくださっている皆さん、他にも4つのテーマがありました。他にも話したいことや、私へのアドバイスなどありましたら、ぜひコメント欄でお話しできたら嬉しいです。今日は中島敦さんについて教えてくださり、さらには私の人生相談まで乗ってもらっちゃって、本当にありがとうございました。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。中島敦の言霊、人生に道はない。人生道を歩むのだには、時代を超えて、私たちに人生の意味を問いかける力がありましたね。彼の言葉を通して、自分の人生をどう切り開いていくのかを考える時間になったのではないでしょうか。ここでもう一度、あなたに問いかけます。人生の意味をどう考えますか？人生に正解の道はありません。けれども、自分の意志で一歩一歩進んでいくことこそが、道を作ることになるんだと思います。この動画が、少しでもその道を進むための勇気やヒントになれたら嬉しいです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄で今日ご紹介した言霊について、皆さんの意見や感想をお聞かせください。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。